こんにちは。大学の白山です。今回もウッドデッキ 2m の 4m シンプルなウッドデッキです。やっていきます。この現場最後の仕事のウッドデッキです。2m の 4m デッキ板は 4m の方に流します。材料はヒノキ材です。それでは木取りをしていきます。骨組みは105角ですね。外回りを節のない上工で出したんですけども、中回りは節がある KD 材で作っていこうと思います。そしてデッキ材もヒノキ材です。45の120、デッキとしてはごっつい方ですね。材料は全部一口切ります。短い木も長い木もとにかく砂切りをします。これをしないと加工した時にプレーナーの刃が欠けてしまうってことですね。これが意地悪くてね、刃を仕替えた時に限って石を噛んで刃が欠けてしまうんですよね。で、刃の端から欠けてくんならいいんですけど、どうしてもこの真ん中が欠けます。そうすると筋が木の真ん中に入ってしまうということなんですね。ですからこの削る前の砂切りだけは絶対に手を抜かないで、どんな材料でも砂切りはします。材料の見える部分は電気ガンナーで仕上げます。工具がなかなかね、日立と牧田では少し違うんですよね。どっちでもいけるように作ってあるんで、なんかわざわざ2本持って1個のナットを締めてる。こうしていかないとね、日立がいる時に牧田が出てきて、牧田がいる時に日立の工具が出てくるんですよね。デッキ材は上刃だけを電気ガンナーで仕上げます。電気ガンナーをかけるときは本当にゆっくり、これでもかっていうぐらいゆっくり押してやると綺麗に仕上がります。そしてもう長さを切って大きめの面を取ってデッキ材だけを最初に仕上げて片付けてしまいます。これでデッキ材はなぶることはありませんからね。では骨組みを作っていきます。最初にデッキ材の長さを決めてあるんで、それから逆算して少し小さめで骨組みを作っていきます。骨組みの場合はこの正面しか見えませんので、その見える部分にこの正目の綺麗な面を持ってってやります。それでは刻んでいきます。少ない材料なんですけども、四方回って真ん中に3本大引きが入ります。この大引きだけは後ろと前で外の勝手を反対にしてあります。
サッシ側の後ろの方は上からかけて、外の方は下からすくい上げるようにしてあります。普通そんなことしないんですけども、自分は正面の塚だけは後ろへ少し下げて立てたいんですね。腰掛けた時に足がブランブランしても当たらない。そのために塚が大引きを受けるようになります。組むようになると分かってもらえると思うんですけども、そういう形で刻んでいきます。仕事台なんですけども、大工の仕事台は2種類あります。墨付け用の仕事台、そして今使っているように刻みに使う仕事台。高い仕事台で刻む人もいますけども、自分の場合は膝盆の高さよりも少し低めの台で刻みます。そうすると膝で押さえながら両手が使える、この形が一番ベストやと思います。仮にここへ360大きな木が乗った場合は精一杯の高さになります。刻むもんはこれくらいの高さがベストですね。これで加工と刻みができました。それでは骨組みを組んでいきます。なかなかね、炭して刻むまではいいんですけど、これぐらいの角門のこの大止めになると組みにくいんですよね。真ん中に保存を入れるとね、組みやすいのは組みやすいんですけど、刻むのが手間でね。骨組みを組むのはプラツカの上で組んでいきます。プラツカは高さが自由になりますし、ジャッキの代わりをしてくれるってことですね。その上で少しぐらつくんですけども、四方を組んでしまえば揺れも止まります。内側の大引き3本も入れてきます。最初に言った通り、この大引きは後ろは上からかけるんですけども、この前の方は下からすくい上げるように入れてます。塚で大引きを支えるってことですね。大引きをしっかり固定する前に対角を測ります。対角をきちっと揃えておけば、このデッキは直角にできているってことですから、対角を測って大引きをしっかり止めていきます。
そして骨組み本体の水平を見ます。その時に4本のプラス化が役に立ちます。高さの微調整が効きますし、そこできちっと止まってくれます。そして一箇所一箇所の実際の塚の長さを測って切っていきます。骨組みと塚との接点はもう芋付けです。保存も何にも入れません。ビスで固定します。短尺のヌエンですとそのまんま1センチか12ミリ勾配にしますけども、これだけのウッドデッキですと勾配にした場合相当前で下がりますよね。そうすると腰掛けるだけならいいんですけども、ここにテーブルを置いたりね、こうしますよね。その時に水平じゃないと何もかもが固がって見えますよね。ですから大きくなればなるほど水平に作ります。土間コンとの間は2センチの基礎パッキンを剥がせます。これで下からの湿気は止めることができます。このウッドデッキをするたんびに思うんですけども、全体骨組みを組む時間よりも塚をなぶってる時間が一番長いですね。土間コンは勾配ですし、ウッドデッキは水平です。一箇所一箇所長さが違います。一本切くと全部浮いてしまいますしね、なかなかこの寸法を取るのはこれ厄介です。これで定位置での塚の長さ、本体のガタつきも治りました。そこで一旦建物から離しておきます。そのことで骨組みの塗装が見えないところまで塗れます。建物との間、一番腐りやすいとこが塗ってないっていうことなんで、しっかりと建物側まで塗装はかけてもらいます。塗装をかけて1日置いたので、今度デッキ板を貼っていきます。デッキ板は本体から横は9センチ、正面は30ミリ出してあります。そしてどっちかっていうとより見える方で定規を打ちます。そしてこの定規に合わせて長さを止めていきます。後から切る場合はこんなことしなくていいんですけども、もう長さを先に切ってあるんで定規で長さを揃えます。そして板の間隔は今回は1センチ開けてあります。その間隔もこの最初の骨組みに移してあります。ですから両端はその下の間からね、隅を見て止めていくことができます。デッキ材は釘止めしていきます。ステンレスの丸釘ですね。長さ90ミリで売ってます。下穴もゴソゴソではなくてね、少し細めの切りで開けてやります。そのことで、釘はしっかり効いてくれます。よく釘を打つ動画で言われるんですけども、釘の長さが1本おきに違うのはどうしてと言われるんですけども、まず1本目の釘で木を仮止めします。それが短い釘に見えます。そして2本目の釘はただ打ち掛けをしてあるだけです。それが1本おきに来るもんですから、長さが違って見えるだけで同じ長さの釘を打ってるんです。
両端を止めて、そして板の通りを見ます。一枚一枚確実に見てもいいんですけども、自分は1枚おきに通りを見ます。そうすれば2枚の右左の間隔は自分で感覚でわかるんで、通りを見るのも早いです。そしてチョークもきれいに落としておきます。この他の塗装と違ってね、このクリア仕上げは汚れがさっと落ちますね。でまだこれ下塗りですから、もう一回上塗りをかけてもらいます。これでウッドデッキ 2m の 4m できました。中の床とこのデッキ板は同じ方向で揃えてあります。中から見ても外から見ても広く見えます。もう一度上塗りはしてもらいますけども、この上で紅茶なんかいいですよね。以上、大工のしのやでした。